愛する人か法律か、そんな選択を迫られたとしたら、あなたはどうしますか？遡ること8年前の2014年9月某日、中国黒竜江省ハルビン、のどかな農村の雰囲気とは裏腹に、この日村人たちは戦々恐々と家の中に身を潜めていました。なぜなら恐ろしい男が脱獄し、この村に隠れている可能性があったから。村人から恐れられる男の名はガオ・ユーロン。この村出身のガオは幼馴染を惨殺した罪で死刑を宣告されており、事実この村に潜んでいたんです。そんなガオは村人の目を盗み、村に住むとある女性の家に入り込みます。腹が減った、飯をくれ。突然の男の訪問に驚きを隠せない女性。しかし男の顔を見た途端、女性は泣き崩れるんです。来てくれたのね、私の大好きなガオおじさん。死刑囚である凶悪犯のガオ。ガオが女性の前に姿を現したのは、後に英雄扱いされる意外な理由からだったんです。そこには不器用な男が自分の手で壊してしまった儚い理想があったんです。おざす。中国四川麻婆豆腐作ったことはないケンちゃんです。地球に舞い降りた真珠、みやみやみこです。最近作らない報告多いよね、あんた。実際に作ったやつちょっと教えてよ。オムライス、オムライス、ね、カレーライス、ハヤシライス。ハヤシライス。それを報告すればいいじゃん。本日皆様にご紹介するのは、中国の凶悪犯が脱獄した事件なんです。死刑囚ってことはさ、めちゃくちゃ凶悪犯でしょ。大丈夫なのこれ。この犯人のね、行動に感動を覚えるぐらいの人もいるんです。それぐらいね、意外な結末が待っていたんです。凶悪犯に感動を覚えんの？ただね、その結末とかね、一連の行動に対してどう捉えるかはね、メトラの皆さんがね、この動画を見た時に一体どう思うか、それはもうね、皆さん次第なんですけど、早速ね、どんなことが起こっていたのか見ていきたいと思います。真逆の人格。遡ること8年前の2014年9月、中国黒竜江省ハルビン、ガオ・ユーロンの脱獄の知らせを聞いた彼の母親は顔を真っ赤にしてこう吐き捨てました。もしあいつを捕まえたらその場で撃ち殺してやる。そうすればあいつがこれから犯す罪を減らせるからね。母親が自分の息子を殺さなければいけないと考えるほどガオは極悪非道な人物だったのか。実はガオの半生はそんな言葉から浮かび上がるイメージとは真逆のものだったんです。1964年、ガオは中国の広大な山や畑に囲まれた農村で生まれ育ちました。ガオの家は貧しい農家。しかも父親が若くして亡くなってしまったため、ガオはろくに学校にも行かず、一日中農作業をして家庭を支えていたんです。中国ではことあるごとに親戚一同で食事会を行うんですが、そんな時にもガオは母親を気遣い、自ら厨房に立ったり、困っている親戚がいれば率先して助けてやりました。そのためガオ一家は優しいガオに依存するほど頼り切っていたんです。母親は当時をこう振り返ります。あの子は逮捕された年の母の日に初めてプレゼントをくれたんだ。あれが最初で最後になるなんて、あの子は何か分かっていたのかね。めちゃくちゃ親孝行な青年ですごくいいじゃないの。なんかありそうだけど。親孝行大事ですよね。だろう、してる親孝行は。連絡お母さんにしてるんですけど無視されました、ガオはね、親孝行はしてるんですけど、彼のある欠点によって転落の一途をたどっていくんです。ガオを知る村人はガオについて口を揃えたようにこう話すんです。彼は親切で礼儀正しい男だ。ただ酒を飲まなければの話だけどね。そう、ガオの欠点は酒乱だったことなんです。そして最悪な悲劇が起こってしまうんです。時は流れ2009年、ガオには成人した一人息子がおり、その息子に子供が誕生。ガオ家に一族が集まり、初孫を祝う宴会が催されていました。祝福ムードに包まれる中、ガオの妻が料理を運んできたその時、こんな冷めた飯が食えるか。酒を飲んだガオが妻の料理にケチをつけ始めたんです。自分で作れ料理。この一言を皮切りに夫婦喧嘩が勃発。だろうな。どんどんヒートアップしていく罵り合い。しかし親戚にとってこの二人の夫婦喧嘩は見慣れた風景。そのため親戚たちは軽くたしなめつつも、いつものことだとそれほど気にも留めていなかったんです。ところがこの日の妻はいつもとは様子が違っていました。もういや、死んでしまいたい。妻は大声でそう泣き叫んだんです。死にたいなら早くしろ。売り言葉に買い言葉。ガオはそんなひどい言葉をかけてしまうんです。すると妻はごくごくと勢いよくあるものを飲み始めました。酒でも飲んで現実逃避するのかと思いきや、妻が飲んでいたのはなんと農薬。
それに気づいたガオは必死に吐き出させようと手を尽くします。しかし後の祭り、最愛の妻を亡くしてしまうんです。そしてさらなる悲劇が。同居していた息子夫婦も赤ん坊を連れて家で。これをきっかけにガオの顔からは笑顔が消え、口数も減っていきました。そんなガオを見かねたガオの母親は、新しい嫁を見つけてやろうかと話をしたことがありました。しかしガオは受け入れません。俺には母さんがいれば十分。それに借金も返したいし、息子に少しでも多く金を残してやりたい。というのも中国は一人っ子政策の影響で深刻な嫁不足。そのため結婚には莫大な結納金が必要になることもあるんです。ガオの息子が結婚する時にもガオが親戚中から借金をして資金を工面。ガオの家族のために尽くす姿勢は幼い頃から一貫して変わっていなかったんです。夫婦喧嘩からめちゃくちゃまさかの展開になんじゃないのよ。何これ。しかもね、うん孫がね生まれためでたい日だったんいやで、そうよ。天国から地獄ですよ、うんそしてガオはですね、さらに深みへとハマっていくんです。止まらない転落。ガオは孤独を癒すため、ますます酒に溺れていきました。そしてたびたびトラブルを起こすようになるんです。2013年12月、ガオはとうとう取り返しのつかない罪を犯してしまうんです。その日ガオは幼馴染のリー宅の食事会に招かれていました。すると話題は家族の話に。いつか息子に家を買ってやりたい。ガオは息子に見捨てられてもなお、そんな話をしていました。しかし徐々に雲行きが怪しくなっていくんです。いつの間にかどちらの家族が優秀かという話にすり替わっていたから。家族を思う気持ちが人一倍強いガオ。自分の家族が侮辱されるのはガオにとっては耐え難いことだったんです。ガオは怒りに震えたまま席を立ちます。おい、帰るのか。リーはそう問いかけました。間もなく戻ってきたガオ。しかしリーはガオの姿を一目見て凍りつくんです。ガオの目は赤く血走り、手には鈍く光るものが握られていたから。お前だけは絶対に許さない。そう叫びリーの元へ向かっていくガオ。そして次の瞬間、ガオは鋭く長い包丁でリーの心臓を一突きにしたんです。ガオは包丁を抜き取ると再び深く突き刺し、何度も繰り返しました。騒ぎを聞きつけた村人たちが集まり、必死でガオをリーから引き剥がします。しかしリーはすでに死亡していたんです。それでもガオの怒りは収まらず、あちらこちらから斧や包丁を見つけてはその度にリーを探し回るんです。警察に連行される時にも、あいつの家族を皆殺しにしてやる、そう叫ぶほどガオは狂気に満ちていました。いくら酒癖が悪いって言ってもさ、限度超えてんじゃないの。これにはですね、うん文化的なね背景もあるんですよ。そうなの。中国のね、うん方っていうのはやっぱ血族に対する思いっていうのがおめちゃくちゃ強いんです。私たちが思っているよりも。僕ら以上に中国のね家族とか親戚に対する思いっていうのは、異常っていうとねあれですけどね、あるんですよ。なんでかっていうと、その背景には儒教が関係していると言われてるんです。というわけで本日のメトラキーワード、儒教について。中国では儒教の教えが根幹にあり、その影響で中国人は日本人が思う以上に家族を大切にするんです。しかし血族を重んじるという教えには弊害もあります。それは同族意識が強いため、家族の誰かが殺されれば報復をするのが当然という見方がかつてされていたこと。ガオも家族を大切に思う気持ちは強く持っていました。そのため自分の家族を侮辱されたという怒り、家族は支え合うのが当たり前なのに自分にはその当たり前な環境がないというコンプレックスがガオを追い詰めていた可能性があるんです。何年もさ、その孤独感が積もりに積もっちゃって、それが爆発しちゃった感じがあるんじゃないかって。確かにそうですね、家族のね、絆が強いっていうのは、んもうめちゃくちゃいいことじゃないですか、そうただね、このいいことを自分だけが持っていないみたいな、喪失感とか、孤独感とかね、それが彼にはあったんじゃないですかね、そしてこのガオの同族意識が予想外の結末につながっていくんです。ガオの裁判が始まるとあっさりと刑が下りました。判決は死刑。ガオが忙しく農作業に明け暮れていた毎日は牢獄の中でただ死を待つだけの退屈な日々に変わります。でもちょっとした楽しみもあったんです。それは看守にタバコなどの嗜好品を買ってきてもらうこと。当時の刑務所では看守が囚人の頼みを聞く代わりにチップを受け取るということが当たり前に行われていました。そんな中でガオはあることに気がつくんです。それはドゥアン・バオレンという看守の癖。ドゥアンは一時的に囚人を部屋から別の場所へ移動させるときに再び部屋に戻るまでずっと鍵を開けっぱなしにしていたんです。これは使えるかもしれない。死を待つだけの日々に嫌気がさしていたガオは両隣に収監されていた囚人ワン・ダミンとリー・ハイウェイと共に脱獄の計画を練り始めるんです。そしてガオの逮捕から9ヶ月後の2014年9月2日、3人が待ちわびた日が巡ってきました。その日の宿直はドゥアンただ一人。ガオは昼間のうちにドゥアンにこんな頼み事をしました。朝方4時に家族に電話をさせてくれ。午前4時、ドゥアンは眠い目をこすりながらガオの牢屋の鍵を開けた。シーンと静まり返った暗い廊下にガオの足の鎖がジャラジャラと響く。
ガオはドゥアンの後についていつもよりゆっくりと歩き出した。廊下へと続くドアの前に来ると、ガオは後ろを振り返りワントリーに視線を送る。宿直室に着くとドゥアンが電話の方へ目をやる。ほら使っていいぞ。するとガオはドゥアンの背後からそっと近づき、ドゥアンの首を羽交い締め、次の瞬間宿直室にワントリーも合流し、ドゥアンの口を押さえる。なんとかガオの腕を必死に外そうとするドゥアン。しかし身長180センチを優に越す大柄なガオ、そして加勢する2人の囚人。ドゥアンはなすすべもなく息絶えた。3人は刑務所を後にすると、それぞれの目指す方向へ別々に走り出しました。脱獄に気づいた警察は約1万5000人を動員して捜索を開始。ガオたちは脱獄犯の中でも最も警戒レベルが高い永久脱獄犯とされ、有力な情報提供者へは報奨金を出すと発表されました。その額なんと15万元。15万元とは日本円にすると約270万円。中国の農村部の平均年収の3年分に相当するんです。そんな大盤振る舞いともいえるニュースに国民たちは沸き立ちました。そしてその甲斐もあり、ガオ以外の2人の脱獄犯は市民の通報により即逮捕。残るはガオ1人。しかし沸き立つ国民とは裏腹に、このニュースに震え上がっている人々もいたんです。それはガオの恐ろしさを知る故郷の村人たち。すでに死刑が確定しているガオが何をしでかすか分かったもんじゃない。そんな中でもひときわガオの存在を恐れていたのがリー一族。ガオは逮捕される時に家族全員皆殺しにしてやると口にしていたんです。めちゃくちゃ怖えな。もしかしたらガオは私たちを殺すために脱獄したのではないか。そんな不安からリー一族はホテルに逃げ込んだんです。そしてガオの脱獄から2日後の9月4日13時頃、警察に1本の通報が入るんです。通報してきたのは羊飼いの男性。その男性の話によると、男が突然トウモロコシ畑から飛び出してきて、ここはどこだ、聖戦はどっちだと尋ねたというんです。男性は動揺を隠すのに必死でした。なぜなら自分の目の前に立っている男が指名手配犯だと気づいたから。もう俺だったらめちゃくちゃビビるわそれ。しかしここで騒ぎ立てたら殺されてしまうかもしれません。あっちだ。平静を装って男性が答えると、礼を言い教わった方向へ歩き出すガオ。その後ろ姿を見送りつつ、男性は通報しなければとそっと携帯電話に手を伸ばします。するとその瞬間、なんとガオが男性の方を振り返ったんです。ぶつかり合う視線。男性は慌てて逃げ出そうとします。しかしガオは再び広大なトウモロコシ畑の中に姿を消したんです。いや、そりゃ指名手配犯に話しかけられちゃったらびっくりするわよ、それは。この聖戦っていうのはガオの故郷だったわけなの？その通りなんです。じゃあやっぱりそのガオはリーさん一家が狙いだってことなの？それがですね、ガオは不思議な痕跡をね、残すんです。ガオの故郷では一層警戒を強めました。空には低高度で旋回するヘリコプター、村一帯には耳障りなサイレンが鳴り続きます。中国では9月のこの時期、中秋節を祝うのが習わしなんです。中秋節とは日本の十五夜のルーツにもなったもので、中国ではこの日を祝日として盛大に祝うんです。しかしガオの故郷はなんとかガオをあぶり出そうとする人々で物々しい雰囲気が村を包んでいました。そんなある日、ガオが奇妙な痕跡を残すんです。ガオは空腹に耐えかね、夜中に小さな売店へ忍び込みました。水や酒、食料やタバコなどを抱え込み、店を出ようとしたその時、ガオは店内であるものを見つけ、ふっと頬を緩めたんです。そして手持ちの金を取り出すと、金をカウンターの上に置き、店を後にしました。翌日、店主が現金約1800円と店内の商品がなくなっているのに気づき通報。マスコミがこのニュースを報じると、ガオはなんて律儀な男なんだと、それまでとは別の形で話題をかっさらっていきました。いい人なのか悪い人なのか皆目見当もつかないのよ。店にね、忍び込むのはちょっとあれですけど、変なとこ律儀にそうなの、そうなのよ。結局どっちなの？どっちもあるんでしょうね。人間って多面体ですから。多面体。ガオは店の中で何を見たの？多面体です。多面体。命の価値。ガオが忍び込んだ店の中で見たもの、それは自分の指名手配のポスター。そのポスターを見て自分に15万元もの報奨金がかかっていることを知ったんです。俺の命にもそんな価値があったのか。ガオは自分の家庭が崩壊してからたびたび母親にこう漏らしていたんです。俺には生きる価値なんかない。皮肉にも罪を重ねたことで自分の価値を見出していました。ガオは山の中に身を潜めると、店から調達してきた月餅に食らいつきました。瞬く間に口いっぱいに広がる懐かしく優しい味。月餅というのは中秋節に食べるお菓子のこと。満月のように丸い形は家族の輪を表し、家族みんなで均等に分け幸せを願いながら食べるのが中国の習わしなんです。真っ暗な闇の中に優しく光る月。去年は母さんと食べたな。甘い月餅の味がガオに呼び起こしたのは、ガオが何よりも大切に思っていた家族との温かい記憶でした。脱走から9日後の9月11日、腹が減った、飯をくれ。ガオはとある家に上がり込んでいました。するとその家の男性は薄汚い格好をしたガオを不老者だと思い追い返そうとします。どうしたの？家の奥から女性が顔を出しました。すると女性はガオを見て涙を流すんです。ガオおじさん、
ガオが訪ねてきたのはメイの家。ガオはガリガリに痩せこけていて、メイ以外は誰もガオだとは気づかなかったんです。メイは泣き崩れました。ガオは今や誰もが恐れる脱獄犯。しかし彼女にとっては幼い頃から自分に良くしてくれた大好きなおじ。せめておじさんにできる限りのことをしてあげたい。そう考えたメイはガオのために食事を作り始めるんです。食事の準備を待つ間、メイの父親はガオに自首するように勧めました。ガオが脱走してから村中に監視カメラが取り付けられ、メイの家も見張られていたため、ガオの居場所がバレるのも時間の問題。しかしガオの返事はノーでした。自首しないのなら私が通報するしかない。父親がそう言うとガオは黙ったまま。そうこうしているうちにできる限りの手を尽くした食事が運ばれてきました。ガオはうまいうまいとメイの料理を頬張ります。煉獄さんか。父親が警察に電話をかけ始めても慌てる様子もなく食事を続けるガオ。そんな様子をメイの夫は不安な気持ちで見つめていました。なぜガオは落ち着いているんだ。何か企んでいるのか。そんな不安を払拭するために夫はガオの背後からこっそり近づき、ガオをロープで縛り上げます。突然暴れ出すガオ。お前も俺を裏切るのか。そう叫ぶガオをメイの父と夫が2人がかりで必死に押さえつけるんです。メイはそんな様子を涙を流しながら見ていることしかできませんでした。徐々に近づいてくるパトカーのサイレン音。続々とメイの家の前にパトカーが集結し、警察官たちがわらわらとメイの家に突入してきました。そしてガオはあっけないほど簡単に逮捕。なんで逃げないのよ。そこまでしてお腹減ってたってこと？どういうこと？美徳と善悪。ガオの逮捕が報じられると、またしても話題はガオ一色。ガオは自ら脱獄しておきながらなぜ逃げなかったのか。その理由についてガオは口を閉ざしたまま。しかしガオをよく知る人たちはこう話します。ガオはメイをとても可愛がっていた。そしてメイはガオの年老いた母親の面倒もよく見ていた。だからガオはメイに託そうと思ったんじゃないのかね。ガオがメイに託したかったもの、それはガオの大切な母だけではないんです。命の価値全てをメイに託しました。そう、それは15万元もの報奨金だったんです。そのためガオは自首するわけにもいかず、わざとメイ家族に通報させたのではないか。そんな憶測が報道されると、瞬く間にガオは英雄のように報じられたんです。彼は刑務所の怠慢を暴き、一族に大金を与えたヒーローであると。しかしその一方で強いバッシングを浴びた者がいました。それはメイ家族。なぜ断腸の思いでガオを警察に突き出したメイ家族が批判されたのか。それには儒教のこんな教えが関係しているんです。ある者が、私の村にはとても正直な青年がいます。なんせ自分の父親が羊を盗んだことを息子である彼が告発したのですからと講師に話すと、講師はこう答えました。父はこの罪を隠し、子は父の罪を隠すものである。それが誠の正直というものだ。このように儒教では何よりも家族の絆が重視されるんです。そのため血族であるガオを警察に突き出したメイ家族は法的には正しかったんですが、儒教的には不道徳であると批判されたんです。法律と道徳、秩序を守るためにはどちらも必要なものであるとも思います。しかしガオをヒーローとする風潮は、そもそも他人を傷つけてはいけないという根本的な善悪を置き去りにしているのではないかと僕は思います。